シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラのポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。このポッドキャストでは自然な日本語でゆっくりと日常会話や日本の文化についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、今日はどんな一日でしたか？私は今日朝からカフェに行こうと思っていたのですが、朝起きて化粧までして準備満タンで行くぞと思っていたのですが、少し風邪気味になってしまい、声も少しちょっと調子が悪いんですけど、今日はカフェに行くのは断念してお家でゆっくり過ごしていました。皆さんは日本のカフェについてどんなイメージがありますか？今日はその日本のカフェについてお話ししていきたいと思います。日本にもカフェはたくさんあるのですが、有名なチェーンのお店となると大きく3つほどあると思います。1つ目がスターバックス、2つ目がドトールコーヒー、そして3つ目がコメダコーヒーです。特にスターバックスコーヒーは世界中のいろいろなところにあるので、聞いたことがある方もたくさんいるのではないかなというふうに思います。このチェーンのカフェ、スターバックスコーヒー、ドトール、コメダコーヒー、この3つの中で私がおすすめしたいカフェが一つあります。それはコメダコーヒーです。コメダコーヒーは日本に旅行に来てくださる外国の方もよくコメダコーヒーに訪れるというふうに聞いたことがあるのですが、日本に旅行に来たことがある皆さんはコメダコーヒーに行ったことがありますか？また、コメダコーヒーを聞いたことがありますか？コメダコーヒーは全席がソファー席になっているので、とてもゆったりくつろぐことができるのでおすすめなのと、もちろんドリンクや食べ物も美味しいのですが、私が特に好きなコメダコーヒーの楽しみ方について今日は少しお話ししたいなと思います。コメダコーヒーにはモーニングがあるのですが、なんとドリンク1杯注文するとパンが1つついてきます。皆さん、これすごくないですか？よくランチセットとか食べ物を注文するとドリンクがセットでつけられますよというのは日本でもいろいろなところであるのですが、ドリンクを頼んでパンがついてくるというのはなかなかないのではないかなというふうに思います。そうなんですね。で、それでもちろん好きなドリンクを頼んでパンと一緒に楽しんでいただくのもすっごくおすすめなんですけど、私が今日はもっともっと美味しくなるもっともっとお得に楽しめるコメダコーヒーの楽しみ方をお伝えしたいなと思うのですが、コメダコーヒーはドリンクもたくさん種類があるんですけど、なんとスープもあるんですね。それで私が数年前にひらめいてしまったアイデアなんですけど、スープとドリンクを1杯ずつ頼むとパンがなんと2つついてくるんですね。当たり前じゃんと思った方ももしかしたらいるのではないかなというふうに思うのですが、コメダコーヒーにあるコーンスープ、とっても美味しいんですよ。まだ飲んだことがない方はぜひ飲んでみてほしいのですが、
なので朝温かいスープを飲んでパン2つ美味しくたくさん食べて、好きなコーヒーやドリンクも楽しんで、そしたらなんか朝からすっごく幸せな気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思います。最近これ SNS で日本ではこういうお得なコメダコーヒーの楽しみ方があるよっていう風にお伝えしている方たくさんいるのですが、これ私実は数年前からしていたお得な方法なので、ぜひ皆さんにも試してみてほしいなと思い、今日お話しさせていただきました私がコメダコーヒーがとても大好きで、ちょっとコメダコーヒーについてお話ししすぎてしまったかもしれないのですが、日本のカフェについてもう少しお話ししたいと思います。日本のカフェはモーニング営業をしているところは朝の7時8時からオープンするところもあるのですが、多くのカフェは10時や11時にオープンして夕方5時か6時頃には閉店するカフェが多いです。なので夜遅い時間にカフェに行きたいとなると、先ほどお伝えしたようなスターバックスやドトール、コメダコーヒーのようなチェーンのカフェに行くことをお勧めします。皆さんが住んでいる地域では夜遅くまでカフェは営業していますか？今私が住んでいる韓国は夜遅くまでしているカフェが本当にたくさんあって、24時間営業しているカフェも一つ二つじゃなくて本当にたくさんあるので、カフェ好きの私にとってはすっごく住みやすい地域だなというふうに思っています。また皆さんはカフェに行くとどのようなメニューを頼みますか？日本では、プリンが美味しいカフェが多いような気がします。プリンもカフェによって本当に味も硬さも様々で、口に入れた瞬間とろけるような柔らかいプリンもあるのですが、少し硬めのプリンを販売しているところもあります。ちなみに私は少し硬めのプリンが好きです。今はいろいろなカフェで硬めのプリンがたくさん販売されているのですが、昔は喫茶店が固めのプリンを販売しているところが多かったような気がします。なので、もし少し固めのプリンを食べてみたいなと思う方は、ぜひ喫茶店を探してみるのも一つの方法ではないかなというふうに思います。はい、そんな感じで今日は日本のカフェについてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？私はカフェに行くことが本当に大好きで、特に今は韓国のカフェにすごくハマっていて、いろいろなカフェに行ってみるのが一つの楽しみでもあるのですが、世界中のカフェの文化についても国によって違うのかなというふうに少し気になりました。皆さんの住んでいる地域だけにあるカフェの文化や美味しい食べ物についてもぜひ教えてもらえたら嬉しいです。このポッドキャストではこれからも自然な日本語で日常会話や日本の文化についてゆっくりお話ししていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では次のポッドキャストでまたお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。